チェウォンのぷっくり涙袋メイクのポイント。体型を維持するためのチェウォン流運動ルーティン。チェウォンに少しでも近づきたい人必見。ルセラフィムのリーダーであるチェウォンは、そのビジュアルや完璧なパフォーマンスに憧れを抱くファンも多い人気のメンバー。今回はそんなチェウォンのダイエット方法やメイク、リーダーとしてのマインドなどについてまとめていきます。早速見ていきましょう。まずはチェウォン本人がチェウォンメイクを解説してくれた神動画から。チェウォンの涙袋の秘密。昨年9月21日 W コリアの公式 YouTube チャンネルに出演したチェウォン。パリ発祥のメイクブランドメイクアップフォーエバーのプロモーション撮影に臨んだチェウォンは、撮影後のインタビューで普段のメイクやダイエット方法などについて明かしました。撮影前日のルーティンを聞かれたチェウォンは、重要な撮影の前日には必ずパックをして水分をチャージしていますと回答。さらに美しい肌の秘訣については、とにかく洗顔を一生懸命しています。チェウォンの美しさはパックや洗顔といった日々の努力の積み重ねによって作られているようですね。また他にも美肌の秘訣があるようで、どこに行くにも持ち歩いているものが2つあるそうです。1つ目のアイテムはメイクアップフォーエバーの HD スキンクッション。肌に自然に密着してカバー力も高いため、普段から愛用しているそうです。2つ目は同じくメイクアップフォーエバーの UHD プレストパウダーというアイテム。より滑らかに肌のキメを整えてくれるこのパウダーを必ず仕上げで使っているそう。そんなチェウォンのメイクの特徴といえば、膨らみのある涙袋メイク。そのコツを聞かれると、涙袋を強調しつつラメがポイントのメイクにすると答えました。この日もメイクアップフォーエバーのアイテムで涙袋メイクをしていたチェウォンですが、実際に使ったアイテムを紹介してくれました。まず涙袋を強調するために使っているアイシャドウはアクアレジストスモーキーシャドウ10番。続いてスターリットダイヤモンドパウダー111番を使ってラメをのせているそうです。これはぜひ真似してみたい。このチェウォン可愛すぎる、ヤバすぎる、可愛いフォント天使すぎる。私もチェウォン様に習ってメイクうまくできるように練習します。このメイクのチェウォンツヤツヤでいつも以上に美しい。メイクのポイントを解説してくれたチェウォンですが、やはりその完璧なスタイルの秘密も気になるところ。今回のインタビューでは体型維持のために行っている運動ルーティンについても語ってくれました。気になるトレーニング内容ですが、最近は自重トレーニングをよくやっているとのこと。怪我をしないためにも重りや器具などは使わないようにしているそうです。中でもチェウォンが好きでよくやっているというのがプランク、サイドプランク、バーピーの3つ。プランクとはうつ伏せになった体を腕やつま先で支える体幹トレーニングのことで、サイドプランクはそれを横抜きの状態で行うトレーニングです。またバーピーとはしゃがみ、腕立て伏せの姿勢、ジャンプを繰り返すトレーニングのこと。経験したことのある人はご存知の通り、どれも想像以上にハードなトレーニングです。チェウォンによれば今日は食べ過ぎたなという日にはバーピーをなんと100回以上も行っているそう。どこの強豪校でしょうか。ルセラフィムといえば食い意地がすごいのも推しポイントで、以前カズハとチェウォンがモッパンの配信中にあなたたちは太るつもりですかという失礼な質問に、幸せな豚になるよと明るく面白く返していたことが称賛されていました。でもやっぱりこれだけ運動してるんだね。幸せな豚にはなりそうにありません。チェウォンのあの完璧なスタイルは絶え間ない努力の結果だということがよくわかる話ですね。チェウォンになりたいからバーピーやるわ。チェウォンちゃんをモチベにダイエット頑張ろう。チェウォンの美貌の秘密が少しずつ明らかになっていますが、チェウォンが普段何を持ち歩いているか気になりませんか。そんな皆様のお気持ちに応えるべく、続いてはチェウォンがボーブコリアの公式 YouTube チャンネルに登場した時のチェウォンが普段から使っているというバッグとその中身を紹介するという企画から。チェウォンが普段から持ち歩いているのは白のモノトーンにシルバーのアクセントが入ったアレキサンダー・マックイーンのバッグ。モノトーンに強めのアクセントが入ったバッグがお気に入りのスタイルだそうです。最初にチェウォンがバッグから取り出したのはイソップのハンドクリーム。最近とても寒くて乾燥していますので、ハンドクリームを塗らなきゃと思っていつもこれを持っています。
と言ってパッケージの裏を凝視。これは何の香りですか？知らないんだ。実際にハンドクリームを開けて香りを嗅いでみたところ、オレンジの香りであることが判明しました。続いて取り出したモスグリーンのファーがついたヘアクリップは日本で買ったものだそうです。デビュー時よりも髪が伸びてヘアクリップを使うようになったとか。最後にカメラに向かってクリップでハウッと噛みつくチェウォン。尊し。続いてジョーマロオンロンドンのヘアミストを紹介するチェウォン。ヘアミストを遠くから振りかけて香水の代わりとして使っているそう。部屋にもジョーマロオンロンドンのキャンドルを置いているほどその香りが好きなんだとか。そしてチェウォンが本当にマストアイテムですと語るのがエアポッツ。スケジュールの移動時間にエアポッツで音楽を聴いているんですが、これがすごく気に入っています。チェウォンのエアポッツにはサンリオのキャラクターお茶っこのケースをつけていますが、蓋の部分をなくしてしまったためそのまま使っているそうです。蓋がなくなってもそのまま使うくらいお気に入りなんだね。その他にもロートの目薬や体力をつけるためのビタミン剤などいろいろなものをバッグに入れているチェウォン。続けて紹介したのは日本で買ったというクロミちゃんのヘアブラシ。チェウォンはサンリオのキャラクターが好きなようですね。かわいい。日本で買ったものたくさん入ってて嬉しい。チェウォンが普段使ってるものが知れてありがたい企画。クロミちゃんとコチャッコが好きなんだね。チェウォンを見ているとその美しいビジュアルやスタイルに目を奪われがちですが、チェウォンはルセラフィムを引っ張るリーダーでもあり、その内面にも魅力を兼ね備えています。ここからはそんなチェウォンのリーダーとしてのマインドについてご紹介していきます。昨年5月、アンフォーギブンでのカムバック活動の一環として、ビーバースマガジンのインタビューを受けたチェウォン。楽曲を通して伝えたいメッセージや、ファンやメンバーに対する思いなどを赤裸々に語りました。デビュー1周年を振り返り、リーダーをするうちに責任感も湧いて成長した感じがすると語るチェウォン。リーダーとしてメンバーたちを代表しなければいけないこともあり、私がきちんとしなければいけないというプレッシャーも少しある。とある程度のプレッシャーも必要であると考えているそうです。また、リーダーとして辛いのを表に出してはいけない。私が疲れたらダメだという責任感もある。と語ったチェウォンですが、メンバーたちの存在そのものが心強く、些細なことでふざけ合っているだけでもエネルギーが湧いてくるそう。チェウォンはリーダーとしてルセラフィムを引っ張っていると同時に、メンバーたちからも支えられていることがとても伝わってくる話です。いかがでしたでしょうか？チェウォンの魅力は日頃の努力や中身から溢れ出ているのですね。見習いたいです。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。